はいどうも、ゆうと申します。本日は鬼滅の刃をイメージして、オリジナルで考えてみたトランプの遊び方を紹介していこうと思います。ただし、素人が考えたものになりますので、ゲームバランスが悪いところや、使用している用語が間違っている場合があるかもしれませんが、それでも構わないという方はご覧いただければと思います。ゲームの所要時間は10分から20分。プレイ人数は2人から4人でプレイするゲームとなっています。はい、ではまずゲームの準備について説明していきたいと思います。このゲームではジョーカーを除いた52枚のトランプを2セットとサイコロを1つ使用していきます。このジョーカーはプレイヤーを表す目印として置いています。まずは鬼のプレイヤーと鬼殺隊のプレイヤーに分かれます。鬼のプレイヤーはトランプ52枚をよく混ぜ山札としておき、カード4枚を引き手札とします。続いて鬼殺隊のプレイヤーもトランプ52枚をよく混ぜ山札としておき、人数に応じた枚数のカードを引いて手札とします。ここまででゲームの準備は完了です。はい、では次にゲームの流れについて説明していきたいと思います。ゲームは鬼殺隊のターンから始まり、手札の補充、攻撃といった手順を全員が順番に行っていきます。続いて鬼のターンでは、手札の補充、再生、攻撃といった手順で手番を行っていきます。そしてお互いにターンを繰り返していきながら、鬼殺隊は鬼の山札をすべてなくすことを目指していき、鬼は鬼殺隊全員を倒すことを目指していきます。まずは鬼殺隊、手札の補充。手番が回ってきたプレイヤーは、山札からカードを2枚引き、手札を補充します。続いて攻撃。手札から攻撃カードを2枚を選んで場に出します。攻撃には3パターンあります。まずは違う数字2枚の通常攻撃。通常攻撃では、鬼の山札から2枚を捨て札とします。続いて同じ数字2枚の技。技名は出した数字に合わせ、雷の呼吸1の型、霹靂一閃などのように好きな呼吸の型を選択していただければと思います。技での攻撃は、鬼の山札から5枚を捨て札とします。続いて赤の同じ数字2枚での格闘。日輪刀を赤くして攻撃する格闘では、鬼の山札から10枚を捨て札とします。そして攻撃を受けた鬼は、攻撃カードと同じ数字のカード1枚を手札から捨てることで防御することができます。通常攻撃で2枚が違う数字の場合には、どちらか1枚と同じであれば防御成功となります。そして防御したプレイヤーは山札からカードを1枚引きます。攻撃の判定が終わったら場に出したカードは捨て札とします。そして次のプレイヤーの手番となります。次のプレイヤーも同じように、まずは山札からカードを2枚を引きます。そして手札から攻撃カードを2枚を選び、水の呼吸10の型、生成ルテンといったように攻撃していきます。
技での攻撃は、鬼の山札から5枚を捨て札とします。攻撃の判定が終わったら、場に出したカードは捨て札とします。そして、鬼殺隊全員の手番が終わったら、鬼のプレイヤーのターンとなります。続いて、鬼のターン。まずは手札の補充。鬼のプレイヤーも手番が来たら、山札からカードを2枚引きます。続いて再生。鬼殺隊の人数と同じ回数、サイコロを振り、出目の合計分、捨て札のカードを山札の下に戻します。ただし出目の合計が6以上になったとしても、戻せる最大枚数は6枚となります。この場合には出目の2と3を足して5枚のカードを山札の下に戻します。続いて攻撃。手札から攻撃カードを2枚を選んで場に出します。攻撃は2パターンあります。まずは違う数字2枚の通常攻撃。通常攻撃では、鬼殺隊1人を選び攻撃していきます。続いて同じ数字2枚の決起術。決起術では鬼殺隊全員に攻撃、またはいずれか1人のプレイヤーに攻撃をし、さらに捨て札から3枚までのカードを山札の下に戻すことができます。そして攻撃を受けた鬼殺隊は、攻撃カードと同じ数字カードを1枚、手札から捨てることで防御することができます。通常攻撃で2枚が違う数字の場合には、どちらか1枚と同じであれば防御成功となります。攻撃を防御したプレイヤーは山札からカード1枚を引きます。また攻撃を受けてしまったプレイヤーはダメージとして山札からカード1枚をめくり、横向きで自分の前に置きます。ダメージの枚数が規定数になってしまったプレイヤーは脱落となります。またダメージが3枚以上になった鬼殺隊のプレイヤーは透き通る世界という状態に入り、それ以降の攻撃を鬼に防御されなくなります。そのため鬼殺隊であればダメージ3以上になるまで必要なカードを手札に残しておく。鬼であればいずれかのプレイヤーのダメージを2枚で留めておくといったことなどが必要になります。攻撃の判定が終わったら場に出したカードは捨て札とします。そして鬼のターンが終わったら再び鬼殺隊のターンとなります。このように鬼殺隊と鬼のターンをゲーム終了まで繰り返していきます。はい、では最後にゲームの終了と勝者について説明していきたいと思います。ターンを繰り返していき、鬼のプレイヤーは攻撃によって鬼殺隊全員を脱落させることができれば勝利となります。鬼殺隊のプレイヤーは攻撃によって鬼の山札をすべてなくすことができれば鬼の首を切ったことになり勝利となります。また手札の補充等で鬼の山札がなくなった場合には夜明けを迎え太陽で鬼が灰となったことになり勝利となります。はい、以上鬼滅の刃をイメージして考えてみた
トランプの遊び方のご紹介でした。もしよければプレイしやすいように、ルールを加えたり変更するなどして遊んでみていただければと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。